はい、こんにちは、テンポです。今日は茶軸、タクタイルスイッチですね、の特徴や魅力、自分に合った茶軸の探し方など、茶軸に関して徹底解説していきます。はい、今日はですね、茶軸に関して解説していくわけですけれども、皆さんも茶軸っていう言葉自体は聞いたことがあるんじゃないかなと思います。はい。で、茶軸っていうのはですね、タクタイルスイッチのことなわけなんですけれども、そもそもなんで茶軸っていうのっていう話から始めてですね、茶軸の魅力、自分に合った茶軸、つまりタクタイルスイッチの探し方、茶軸のルブの仕方、そしておすすめの茶軸、タクタイルスイッチの紹介をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧になっていただいて、茶軸マスターになっていただければと思います。ちなみに、テンパパ TV ではこんな感じで茶軸、タクタイルスイッチを含めたキースイッチの紹介、定期的に行っています。見逃したぜってならないようにですね、ぜひチャンネル登録していただいて、今後新しい動画が投稿された際にですね、通知が来るようにしていただければと思います。それでは早速本編スタートです。はい、まずは茶軸とはというところでお伝えできればと思うんですけども、茶軸っていうのはですね、タクタイルスイッチであるということは先ほどお伝えした通りです。で、タクタイルって、もちろん英語なわけなんですけれども、あんまりタクタイルという言葉を、学校で習うことはないと思うんですが、辞書で調べてみると、タクタイルというものはですね、食感的なとか立体的なっていう意味になってます。で、フォースカーブと言われる、スイッチがどのように反応するかのグラフ、はい、こんな感じでですね、見ていただくと分かるんですけども、波が打っているのが分かるかなと思います。ちなみに、はい、こちらがリニアスイッチのフォースカーブになるんですが、こちらはですね、直線的になっているのが分かるかなと思いますので、茶軸、つまりタクタイルスイッチに関しては、この立体的なスイッチを押している感覚がタクタイルスイッチの特徴なんだというふうに思っていただければと思います。はい、ちなみにタクタイルスイッチのように、こういう立体的なスイッチである、もう一つクリッキースイッチっていうのがあるわけですけども、はい、こんな感じでちょっと両方を見比べてみると、似てることは似てるかなと思います。ただ、クリッキースイッチの方がよりスイッチ感があると言いますか、カチッカチッっていうですね、感覚が強くなるのがクリッキースイッチになるので、そこがタクタイルスイッチとクリッキースイッチの違いというふうに思っていただければと思います。で、通常の皆さんが持ってらっしゃるような、例えば Mac とか Windows とか、何でもいいんですが、ノートパソコンとかについているキーボード自体は、あれはリニアスイッチのようにスッと入っていくようなものになりますので、茶軸、タクタイルスイッチに馴染みがあるという方はですね、このメカニカルキーボードを使っている方じゃない限りは、ほとんどないんじゃないかなと思いますが、ただ、触ってみると結構面白い、食感にはなりますので、気になる方はですね、家電量販店とかで触っていただくといいんじゃないかなと思います。で、なんでじゃあそもそも茶軸って呼ぶのという点なんですけれども、これはですね、チェリー社というところから出ていた、茶軸、つまりタクタイルスイッチがですね、茶色のステムをしていたから、茶軸というふうに言われているというのが一般的な解釈です。で、ここからですね、タクタイルスイッチというものが始まっていって、今は様々なメーカーさんからタクタイルスイッチが出るようになっているというような感じです。はい、ちなみにせっかくなので、タクタイルスイッチ、茶軸がですね、なぜ独特なタクタイル感が出るのかというのを簡単にご説明できればと思います。で、今、指の先端、ここのところ見てもらうと、ここのステムの先がですね、少し山になっているのが見えるかなと思います。見えますよね。ここの部分がこの金属部分のところに当たってですね、独特なタクタイル感を生み出すという感じです。なので、ここから押してみるとわかるんですが、ちょっと押してみますね。はい、見ていただいて分かったように、ここの金属の部分にこの山の部分が当たってタクタイル感が生み出されているのが分かるかなと思います。この辺りがタクタイル感を生み出す構造になってますので、この辺りがつまりライトタクタイル、優しいタクタイルのものと、強いタクタイルによって、変わってきたりとか、サイレントタクタイルでは静かなものになっているということなので、ここの部分で基本的にはそのタクタイル感を調整しているというような感じになってます。これがないのがリニアスイッチという形になるので、そのあたりがですね、このリニアとタクタイルの構造の違いというような感じになってます。なので、このあたりを分かっていると、ここにですね、この後ルブの話しますけれども、ルブをしてしまうとタクタイル感がなくなってしまうというのが理解できるんじゃないかなと思います。リニアスイッチの場合だと、この例えば、ステムのここの部分ですね。はい、見えますかね。足の先ほど見た足だったり、この金属の部分にルブしたりするんですけど、ここにルブしてしまうと結局どんどん滑っちゃうので、そのタクタイル感のない普通のスイッチになっちゃうというところがありますから、そういうところも含めてですね、タクタイルスイッチのルブのする場所というのは気をつける必要があるというような感じです。それではですね、ここからは茶軸、タクタイルスイッチの魅力っていうのをですね、お伝えしていこうと思います。はい、それではですね、早速、タクタイルスイッチ、茶軸のですね、魅力をお伝えできればと思います。ここでは3点お伝えさせてもらえればと思います。はい、まずは1点目なんですけれども、押してる感が楽しいというところは間違いなくあるかなと思ってます。これまでリニアスイッチ赤軸ですねを使い続けた方に関しては、この茶軸のタクタイル感っていうのは楽しいなって感じると思います。実際に僕もそうでした。で、こんな感じでですね、
はい、聞いていただけたかと思いますけれども、スーッと入っていくっていうよりは、ちょっとごめんなさい、聞こえたかわからないんですけど、やっぱり波がある分、ちょっとこう、グッと押さないと、押し込まないと、スイッチが押せないというところがですね、本当に押してるぜっていうような感覚が味わえて、これがタクタイルスイッチの、面白い魅力なんじゃないかなと思ってます。で、クリッキースイッチになると、よりこれが押したぜってなるので、そのリニアスイッチ使ってた人からすると、タクタイルの方がクリッキーよりも、ちょっとこう、移行しやすいというか、クリッキーは行き過ぎ、タクタイルがその、真ん中、そしてリニアはリニアという感じなので、なんかそのすごくこううまく移行する中間点にあるのがタクタイルスイッチになりますから、そういう意味でもリニアスイッチから移動したいという方にはですね、タクタイルおすすめっていう風なところもあります。続いて2点目というところなんですけども、打ち間違いが少ないというところは言えるんじゃないかなと思ってまして、先ほど言ったように押すときにグッと押し込まなきゃいけないので、リニアスイッチだとスッと入っちゃうことがありますから、打ち間違いがですね、発生しやすいのは事実かなと思ってます。先ほども言ったように、このフォースカーブの山のところまではこう押して、その後グッと押し込むと下がっていくっていう感じなんですけども、そこの部分を考えると、一回こう押し込まなきゃいけないというところが、このタクタイルスイッチの面白いところであり、魅力というか特徴でもありますので、なんか押し間違えちゃった、触って押し間違えちゃったみたいなところは、タクタイルスイッチは比較的少ないんじゃないかなというところがありますので、そういう点はですね、便利なんじゃないかなと思います。3点目なんですけども、種類が豊富というところはあるかなと思ってます。今回こちらで並べてるのは5種類になるんですけれども、それでもですね、もっとあれば、もっともっと種類はあります。もちろんリニアスイッチ、赤軸と比較するとどうしても種類を取ってはしまうんですけれども、少なくともクリッキースイッチよりはタクタイルスイッチの方がより人気というか、真に受けするような打鍵感になってますので、種類が豊富というところはですね、確実にあるかなと思ってます。で、タクタイルスイッチに関しても、もうタクタイルのこのですね、先ほど言ったこの山のところの感触が一定ではなくてですね、本当このキースイッチによって全く違います。例えばこれなんかで言うと、非常にそのライトタクタイルって言われてるものなので、本当にこうすごく優しく押せる感じなんですけども、こちらのキースイッチ、これグローディアスパンダってやつなんですけど、これは結構グイッと押さないとダメなので、このタクタイル感が強いものから弱いものまであったりするので、その辺がタクタイルスイッチの面白いところで、自分の好きな押し感っていうんですかね、タクタイル感っていうのがどこなのかというのを探せるっていうのはですね、非常に面白いキースイッチの特徴なんだと思ってます。はい、それではですね、自分に合った茶軸、タクタイルスイッチの探し方ということなんですけれども、たくさんあるキースイッチ、タクタイルスイッチの中からどうやって選ぶのかというところはですね、非常に迷うかなと思いますので、私もいろいろ迷いながら購入してきているわけですけれども、そんな私がですね、お伝えする4点という基準、4つの基準をお伝えして、タクタイルスイッチをですね、選ばれる時の参考にしてもらえればと思います。それではまずは1点目なんですけども、重さというのは確実にあるかなと思ってます。重さというのはこのキースイッチを押す時の重さというふうに思ってもらえればと思ってまして、先ほどの波見ていただいたと思うんですけれども、波の一番山のてっぺんまで行って次下がってくるというところと、あとは一番最後まで行ったところの部分、これがある意味重さの部分になるんですが、これが重ければ重いほど、大きければ大きいほど力が必要なんだというふうに思ってもらえるといいんじゃないかなと思います。で、個人的には軽めならボトムアウトフォースが 50g 前後で、通常が 60g 前後、重いってなってくると、70とか80とか、そんな形のですね、イメージでいていただけるといいんじゃないかなと思ってます。ちなみに私はよく使うのはこの MP ホーリーパンダというキースイッチ、茶軸になるんですけれども、これがボトムアウトフォース 67g っていう風なところなので、私は平均的なところを基本的には使っているというような感じです。こちらのキーボードに関しては、MP ホーリーパンダを私はこのメインのところに置いていて、平均的なタクタイル感を楽しみつつ、この端っこの部分ですね、に関してはちょっと軽めの茶軸、タクタイルスイッチを押すようにしていて、そうじゃないと結構痛くなったり疲れちゃったりするので、そこはですね、軽めのものを端に置いているというような風にして工夫をしています。なので、メインのところであれば、おそらく60g とかタクタイル感の強いものを使ってもいいと思うんですけども、それ以外のところに使ってしまうと、人によってはですけども疲れてしまうので、その辺はお気をつけていただければと思います。ただですね、実際問題使ってみないとなかなかわからないと思いますので、その辺はもし可能であればシダですね、試しでトライで打っていただくとかやってもらうのがいいんじゃないかなと思います。はい、続いて2点目ということなんですけど、ルブという点をお伝えできればと思います。この後ですね、タクタイルスイッチ、茶軸へのルブの仕方に関しては解説をするんですけれども、ルブというものをすることによって、キースイッチの内部のパーツが擦れ合う音、擦れ合う感じっていうのをですね、軽減させることができます。ただですね、タクタイルスイッチに関しては、ルブはあまり推奨されていないんですね。なので、ルブがされてないタクタイルスイッチっていうのが多いというのが現状です。で、これはですね、タクタイルスイッチに
ルブしてしまうとタクタイルスイッチ特有の独特のタクタイル感がなくなってしまうというところがありますので、そうするとタクタイルスイッチにのルブっていうのがないということです。で、じゃあそうするとタクタイルスイッチのかすれ音とかかすれ感を消せないということになっているわけなんですけども、薄くルブ化されている車軸タクタイルスイッチっていうのを販売されてまして、例えばこれですね、グローリアスパンダっていうキースイッチになるんですけども、これに関してはルブがされているものとされてないものが販売されてたりするので、その際には購入、そういうルブがされているやつをですね購入すると、そういうかすれ音とかかすれ感がなくなって打てるということになるんじゃないかなと思います。続いて3つ目なんですけども、素材というところはですねお伝えできればと思います。赤軸リニアスイッチの回、こちらですね。でもお伝えはしてるんですけれども、素材によって車軸タクタイルスイッチの打鍵感打鍵音が異なってくるというのは間違いなくあります。で、私自身も今研究中であるので完璧に理解できているわけじゃないんですけれども、少なくともやっぱりその素材が何が使われているのかによって打鍵音や打鍵感に影響があるのは間違いないかなと思いますので、私自身はこんな感じで、スプレッドシートで好みのキースイッチの素材をですね管理して、できるだけこういうスイッチはこういう素材だったんだっていうのを管理しておくことによって、できるだけ自分の好みのキースイッチを手に入れられるようにしているんですね。ちょっと一見めんどくさそうに見えるんですけども、やってみると結構研究チックで楽しいので、皆さんもですねトライしてもらえればと思いますが、ただ前提感いくつかのキースイッチ試すという前提ではありますので、そこはちょっと多少コストかかっちゃいますけども、とはいえやっぱり理想の打鍵音打鍵感に近づきたいという上では、そういう研究をですねしていくというのはポイントなんじゃないかなと思います。で、ちなみにこちらの動画ではですね、コトコト音を作り出すキーボードの作り方を解説していまして、この動画内でキースイッチの素材の特徴とかコトコト音を出すための素材の組み合わせとかを解説してますので、興味があればですねチェックいただければと思います。続いて4点目ということなんですけども、タクタイル感というところはですねお伝えしたいです。で、先ほどもちょっとすでに触れてるんですけども、車軸タクタイルスイッチはスイッチによってタクタイル感が全く異なります。で、タクタイル感が強いものもあれば弱いものもあるということなので、どの強さ弱さがいいのかはぜひ自分で、見極めるようにしてみてください。で、ちなみにスイッチ感が強いタクタイル感が強いスイッチとしてはこのグローリアスパンダなんですが、ちょっとぜひ音聞いてみてください。いかがだったでしょうか。続いてですね、タクタイル感が弱いこちらのジョアックのホワイトロータスというのがあるので、こちらもちょっと音聞いてみてください。聞いていただいて、おそらく伝わったんじゃないかなと思いますが、全然タクタイル感が違ったんじゃないかなと思います。特に自分で打ってみるとよりわかるんですけども、やっぱりこの、ホワイトロータスの方が非常に弱いタクタイル、ライトタクタイルっていう風にも言われているので、その理由でそうなってるわけなんですけども、タクタイル感が弱いものになってますから、そういう意味でもタクタイル感が強い弱いによってですね、好み確実に分かれますので、どっちがいいかというところはですね、自分で試してみて選んでいただくのがいいんじゃないのかなと思います。で、意外になんですけども、タクタイルのこの強い弱いはですね、先ほどのフォースカーブではですね見てもわからないものがあるので、できれば自分で実際に触ってみるっていうのがベストかなと思いますので、ぜひそこはですね触ってみるか、もしくは最低限でも他の人の上げた動画をですねチェックして、そのタクタイル感っていうのをですね聞いてから購入する方がいいんじゃないかなと思います。それでですね、ルブに関してここでお伝えできればと思うんですけども、先ほどちょっとお伝えしましたが、キースイッチのことを調べてると、ルブっていう言葉をですね聞いてことがあるんじゃないかなと思います。で、ルブっていうのはですね、キースイッチにこのようなグリスやオイルを塗ることでカセロンだったりっていうのを軽減させる、なくすという意味があるんですけども、ルブに関してはこんな感じでルブの仕方、ルブのすべき場所に関しては以前動画をアップロードしておりますので、ぜひこちらをご覧になっていただければと思いますが、ルブをすることで先ほど申し上げたようにスイッチをよりスムーズにすることができるというのは事実です。で、ただですね、このルブなんですけども、赤軸とかリニアスイッチはやっても何ら問題ないんですが、タクタイルスイッチに関してはルブしてしまうとタクタイル感がなくなってしまうということが発生しますので、注意が必要だというところがあります。で、タクタイルスイッチのルブするべき場所とかルブの量に関してはこちらの動画、にまとめていますので、ぜひ見てもらえればと思いますが、基本的にはタクタイルスイッチルブせずに使うのがいいかなと思います。もしくはですね、
こちらのグロリアスパンダとかは先ほどもご紹介しましたけど、ルブがされてる状態で売られてたりしますので、そうすると、メーカー側がこれぐらいのルブが最高だよねっていうもので提供してくれてるわけなので、そういうルブ付きのタクタイルスイッチを購入するというのは一つありなんじゃないかなと思います。そういう形で基本的にはタクタイルスイッチはルブをしないで使うという前提で考えてもらうといいのかなと思いますので、その点はですね、ぜひ押さえていただいてやってもらえるといいのかなと思います。はい、ここまで見てきて、車軸、タクタイルスイッチの魅力とか特徴とかっていうのをお伝えできたと思うんですけれども、じゃあ結局どれ使えばいいのっていうふうに悩んでしまう方多いかなと思いますので、ここではですね、年間100個以上ケースイッチ試している私がですね、おすすめする3つの、車軸、タクタイルスイッチをご紹介していきたいと思います。それでは1つ目なんですけれども、優しいタクタイル感が好きな方にはおすすめなんですが、このデュロックのホワイトローダスというタクタイルスイッチは非常にいいんじゃないかなと思います。こちら見ていただいても、ピンクのトップハウジングに白いボトムハウジング、そして白いステムなど結構可愛らしいと思うんですけども、こちらですね、ライトタクタイルと呼ばれる、ジャンルに入ってまして、タクタイル感が比較的弱いタクタイルスイッチになっています。なので、基本はリニアスイッチは使ってるんだけど、車軸タクタイルスイッチも試したいという方はですね、このライトタクタイルであれば、比較的そのタクタイル感が弱めですので移行しやすいというところはあるんじゃないかなと思いますし、ここに、ディフューザーが LED のディフューザーついてますので、LED を、搭載されているキーボードなんかで使うと、ここで LED がこう拡散光って反射してですね、見えるような感じなので LED のキーボードにも最適というところになります。それでは早速なので、このキースイッチの単体の音ですね、聞いてもらえればと思います。はい、続いて2つ目なんですけども、かすれ音、かすれ感が少ないこのボバ UFO というところはですね、お伝えできればと思います。で、これですね、かすれ音とかかすれ感がほとんど感じないにもかかわらず、しっかりとタクタイル感を感じられるキースイッチになってます。で、これはですね、サイレントタクタイルというカテゴリーになっていまして、名前の通りなんですけども、サイレントなタクタイル、静かなタクタイルスイッチという感じになってます。なので、タクタイルスイッチの少し音を感じたいという方にはちょっと不向きなんですけども、静かにタクタイルスイッチを触りたい、使いたいという方には非常におすすめのキースイッチという感じです。で、どうしても車軸タクタイルスイッチってスイッチ音がしてしまうので、静かなオフィスの環境で利用するにはですね、クリッキーほどじゃないですけど、ちょっと周りの人にうるせえんじゃないっていう風に迷惑をかけちゃうんじゃないって思って心配になる方多いんですけど、このサイレントタクタイルスイッチであれば比較的静かなだけ音になりますので、そんな心配が無用なキースイッチになってます。それではですね、せっかくなのでキースイッチ単体の音見てみてください。最後に3つ目ということなんですけども、ザ・タクタイルスイッチのこのインビーホーリーパンダはご紹介したいなと思います。で、ちなみにパンダとつくタクタイルスイッチ結構ありまして、このインビーホーリーパンダ以外にも、このホーリーパンダ X だったり、このグロリアスパンダという形でパンダシリーズは結構ですね、特に海外メーカーなんですけどもありまして、その中でも私はこのインビーホーリーパンダが一番好きというような感じです。で、理由は、かすれ音だったりかすれ感がですね、どれもあるんですけども、一番それが少ないというところと、ザ・タクタイル感を味わえるというのがこのインビーホーリーパンダだからということで、これかなり使ってます。で、先ほどご紹介した、こちらのキーボードの方にもインビーホーリーパンダ入ってまして、かなりヘビーユーザーでインビーホーリーパンダ使ってるというような感じです。で、値段はなんですけど、1個あたり100円ぐらいになっちゃうので、そこそこ高級スイッチに入っちゃうんですけど、それでもですね、ザ・タクタイル感を味わいたい人にはおすすめのキースイッチとなってます。それではですね、せっかくなのでこのキースイッチ単体の音を聞いてもらえればと思います。ちなみにこちらはですね、先ほど、この木製のキーボードに入ってますので、こちらの音も聞いてみてください。
はい、それではおすすめのキースイッチご紹介いかがだったでしょうか。これいいなって思えるような茶軸タクタイルスイッチが見つかったら非常に嬉しいです。ここではですね、タクタイル茶軸の購入するときの注意点っていうのを一つお伝えできればと思うんですけれども、それは、何度も先ほどから言ってるんですけど、ぜひですね、一回試してから購入するというのをお勧めしています。やっぱりですね、先ほども言ったんですが、正直やっぱこのフォースカーブを見てもわからんのですよ。どういう感じなのか。なので実際打ってみないとですね。なので、ライトタクタイルっていうのを私先ほど言ってますけど、これがどんな感じなのか、サイレントタクタイルっていうのはどんな感じなのかっていうのはもちろん動画でも伝わったかなと思いますが、でもやっぱり打ってみないとわからんっていうのはどうしてもあるので、可能であればやっぱり店頭とかで試すというのがいいんじゃないかなと思います。で無理ならば最初は少量買ってみて気に入ったら大量購入するというのがおすすめかなと思います。で私の場合は、幸いなことにと言いますか、比較的小さめな 40% キーボードっていうのを使っているので、まずはこのメインのところ約30個ぐらいなんですけども、ここをまず買って試してよかったら追加購入というようなことをわざわざ僕はしています。もちろん送料かかっちゃったりするのでそれ嫌だったりするんですけど、それでもやっぱりいきなり100個とか、私の場合先ほど言ったように、30個あれば別に足りるのでいいんですけど、いずれにしてもメインのところだけを、数十個買ってみてよかったら追加購入というところがですね、特にキースイッチが多い方に関してはおすすめかなと思いますので、ぜひその点は参考にいただいて、まずは打ってみようぜというところを試してもらえるといいんじゃないのかなと思います。はい、まとめということで、今回ですね、茶軸タクタイルスイッチに関して、おすすめだったり特徴で購入する際の注意点とかいろんな角度から徹底解説をしてきました。この動画通じて茶軸タクタイルスイッチ欲しいな、打ってみたいなと思ってもらえたら非常に私としては本望です。今回の動画でもしわからないことあれば、ぜひコメント欄からご質問いただければと思いますし、可能の限り回答させていただければなと思います。それでは最後にということで、今回の動画面白かった、役に立ったという場合にはぜひいいねボタンよろしくお願いします。あとはチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。今後もこんな感じでキースイッチ周りの動画をですね、定期的にアップロードしていきますので、見逃したってならないように、ぜひチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あとですね、こんなキースイッチ取り上げてほしい、企画やってほしいとかあれば、ぜひコメント欄からお寄せいただければと思いますし、過去にご紹介した、キースイッチに関しては、上のところにですね、リンク載せておきますので、再生リスト載せておきますので、そちらからチェックいただければと思います。それでは本日は最後までご覧になっていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いできればと思います。さようなら。